皆さんこんにちは、ランダムです。こちらはね、前回冬仕様に改造した7枚の軽ではあるんですけども、もうね6月も目の前でそろそろ暑くなってきたんで、今回はねこの7枚の軽をもう夏仕様の方にね改造したいと思います。で、改造するポイントはたくさんあるんですけども、今回は大きいソーラーパネルをねつけてみようと思います。というのもね、僕はねこの屋根の部分に 150W のパネルを乗っけたんですけども、そのパネルは現在フリードスパイクの上に乗っかってる状態で、前回旅行した時にもねめちゃくちゃ使えたんで、もうこのまま置いとこうなというふうに今思ってるんですよね。ですんでね、7枚の軽の方には新しくまた別のパネルをつけようと思うんですけれども、前回つけてたソーラーパネルは 150W のものだったんですけども、今回はね容量を倍増して 300W のねパネルを装着してみたいなというふうに思います。で、300W のねパネルはこんな感じでここに置いてあってから、僕はねこの分を2枚持ってるんですけども、この分のね1枚をちょっとつけてみようかなという作戦ではあります。で、出してみたらねこんな感じの大きさで、ちょっとね採寸してみようと思うんですけども、幅が約99センチですね。で、長さが165センチですね。僕の背よりもちょっと小さいぐらいです。で、重さなんですけども、両手でクックと持ち上げれるんで20キロはなさそうですね。で、僕はね今までちょっと安物のルーフバーをつけてたんですけども、実は最近こっそり動画外でいいものにねちょっと変えてまして、それがねちょっとこちらのメーカーさんのものではあるんですけども、このルーフバーの積載重量が最大積載重量60キロとなってるんで、このソーラーパネルは重量がだいたい20キロぐらいなんで、車両の上にね乗っけても問題ない重量にはなってます。で、ちょっとねスペックの方も同時に見とこうと思うんですけども、このパネルはねアップソーラージャパンさんで買ったものになるのかな。で、買った UPM300M っていう型式のパネルで、最大出力 300W で 32.5V の 9.23A で、重量がね 18.6kg となってますね。はい、了解です。軽いですね。で、このパネルはね一遍テストしたことがあるんですけども、太陽の方向にバッチリ向けば本当に 300W 出るパネルではあるんですよね。ですけども、僕はちょっと天井の方に寝かして装着する方なんで、どうしましょうかね。ちょっといっぺんね表の方に出してみてから出力実験だけしてみましょう。ちゃんと発電できるのかどうかだけね見てみたいと思います。準備します。はい、ということでね、こんな感じでソーラーパネルを出してポータブル電源とね接続しました。こちらはね容量が 1000Wh ぐらいある EF デルタですね。はい。で、今日の天気はね超快晴で、今の時刻はお昼の12時ちょうどなんで、もうねしっかり発電してくれてると思うんで、どれぐらいね発電できるのかちょっと見てみたいと思います。見てみると、おーすごいだ、240W ぐらいで発電できますね。めちゃめちゃ発電できてます。寝かした状態のソーラーパネルって発電効率は結構落ちるんですけども、このパネルは発電効率がねすごいいいやつなのです。バッチリですね。ですんで、この電源はね 1295Wh 容量があるんで、約5時間でね0から満タンに完了できるようですね。これはすごいです。おおちなみにね、150W のソーラーパネルの方は、100W ぐらいがねいっぱいいっぱいだったんで、このパネルだったらね相当発電してくれそうですね。はい、ということでね、発電実験はこんな感じにしていきたいと思います。はい、ということでね、今度はね車の方に取り付けてみようと思うんですけれども、ちょっと短時間ね火に当てただけでからこの辺がすごい熱いんですよね。だからこれね車の車体の温度を上げるのを防ぐ効果にもなると思ってるんで、相当ね効果が期待できるんじゃないかと思います。でね、幅的なものはもう合うのは分かってるんで、これをね上に乗せればパネルは乗るんですけども、取り付けに関して少し悩んでまして、というのがこのパネルのね裏面はこんな感じなんですけども、ここですね、ここのアルミの肉厚が1ミリぐらいで極端に薄いんですよね。で、ここだけでソーラーパネルを固定してしまうとぐにゃっと潰れそうで少し怖いなというふうに思ったんですけども、どうやらねこのシルバーの部分のここですね、ちょっと見えないんですけども、ここの部分が結構厚めでパイプみたいな形状になっているから 7,8 ミリぐらいの幅はありそうなんですよね。ですね、これをもうそのままルーフバーの上に乗せて、でここにね U 字ボルトで取り付けてしまったとしてもガタガタぐにゃぐにゃしなくて、しっかりねルーフバーに乗った状態で固定できると思うんで、そういった格好でね、固定してみたいと思います。で、寸法出し人もいるんで、ちょっとねいっぺん上に乗っけてみます。 18.6kg なんでね1人で乗せれますね。はい、こんな感じですね。いい感じについてます。で、さっきも言ったようにここの内側のパイプが5つ目ではあるんで、こうしてね押してもねたわむことはないです。で、取り付け位置に関してなんですけども、もう前後はだいたいこの位置でいいですね。
あとはね、左右の幅を見てちょっとマーキングの方をねしてみたいと思います。こんな感じで、あともね全部ちょっとパッと印します。 OK、 マーキングがね完了しました。でちょっとねこれをいっぺん下ろしましょう。はい、ちょっとね線引いたんですけども薄汚れてるんでね、ソーラーパネルちょっと洗っておきます。はい、ということでね、パネルの清掃も終わったんで、取り付けるための穴を開けようと思うんですけども、金具はね、こういったものを買ってきました。U 字ボルトですね。今まで使ったものよりもね、少し径の太いものにしました。で、この分だったら、ここにルーフバーを打開した状態で差し込んだら、長さもね、こっちに使えずに締めれる分なんで、これにしました。で、これをね、裏からこんな感じで挟み込もうと思うんで、この金具がね、どうしてもつかないといけないんで、位置をこの辺で調整して、こんなもんかな。15ミリですね。内側からね、15ミリの位置で穴をね、落としていきたいと思います。44ミリですかね。43、4ミリですね。よし。じゃあね、ちょっとあと全部マーキングします。OK。じゃあね、この分に穴を開けましょう。ズボッとね、貫通したらいけないんで、木を入れていきます。これで OK。まずはね、下穴って呼ばれる小さい穴を開けて、それからね、徐々にドリルの径を大きくしていきます。よし。はい、ということでね、穴開け作業が終了しました。無事ね、ちゃんと穴は開いて、無事ボルトもね通るようになったんで、このパネルをね、もうこちらのね上の方に装着しようかなというふうに思うんですけども、多分ね、これパネルを上に乗っけてネジをつけるのってね、手がもう入らなくてから作業できないと思うんで、もう一旦ね、これをこうから取り外して向こうに取り付けて、それからね、屋根に戻したいと思います。重さがね、多分全部で25キロぐらいになると思うんですけども、それだったら持てるんでね、もうね、これを取り外しましょう。はい、こうですね。で、これ緩めて外すっていう、こうですね。はい、もうね全部外します。よし、外したんで、ね、持ってきましょう。よいしょ。こうですね。こんな感じです。で、後ろもこんな感じですね。で、あとはこれをね金具で取り付けてねいきたいと思います。よし、OK ですね。あとね、4箇所取り付けたいと思います。はい、ということでね、装着完了です。もうね、長さも合わせてあるんで、あとはね、乗せるだけで大丈夫です。で、乗せ方なんですけども、僕にはね、友達がいなくて、一人で乗っけなくちゃいけないんで、もうね、天井の方に布を置いてから、こう、ずるずるっと滑らすような格好で乗せてね、いきたいと思います。はい、まずはね、こんな感じで布を置いたら、この上にパネルを乗っけて、滑らして向こうにずらしていく格好ですね。よし、頑張ってね、乗せてみましょう。よし、上乗りました。順調にね、乗りました。いい感じにね、取り付けれたんで、次はね、この上でもう固定していきましょう。こうか。で、こうやって、OK。よし、全部ね、取り付けます。OK、取り付け完了。しっかりね、合体できました。で、こんな感じなんですけども、わかりますかね。パネルを揺らすとね、車も揺れてます。だからね、もうめちゃくちゃがっちりついてますね。はい、OK です。で、このケーブルもね、意外と長いんで、こうでもいいな。中に取り込めますね、このままの状態で。で、線はね、こんな感じですね。今まで通りの場所に来てます。OK ですね。ということで、ちょっと無事装着することができたんで、すぐにね、ちょっと外で発電実験してみましょう。車をね、移動させます。はい、ということでね、車をちょっと外の方に持ってきたんですけども、いろいろありまして、現在の時刻はね、約4時です。はい、ちょっと用事をしてました。で、まずはね、どうしましょう。発電ちゃんとできてるかどうかね、調べてみましょう。ここに表示されるんですけども、おー、130ワット。150ワットぐらいで今発電できてますね。夕方の4時ぐらいなんですけども、150ワットです。しっかり発電できてますね。
ですので、ソーラーパネル壊れてないですね。しっかり問題なくついてます。バッチリです。で、ちなみにこの電源が 1200W はあるんですけども、昼間の一番いい時間帯が4時間ぐらい 200W で発電できると思うんで、ですので、1日でこの分はもう満タンすることができますね。はい、バッチリです。ただしね、1個ちょっと気をつけないといけないのが、こっちの電源で、さっきね、ちょっと充電しようと思ったら、これはどうやらね、25V12A が最大のようで、今積んでるパネルは 32V とかあるんで、言い換えたら、これを抜いて、こちらにつなげても、この電源のインプットはもう全く反応しないっていう格好なんですね。はい。だからね、ちょっと、ソーラーパネルの発電ボルト数が増えた分、充電できる電源がね、もう 1000W 級ぐらいのみにね、なっちゃったっていうような格好ではありますね。はい。ちょっとこれは仕方がないですね。で、あとね、1個気になってることがありまして、というのが、ソーラーパネルをね、つけたら、天井との間にね、空間できるんで、ここはね、すごく涼しくなるはずなんですけども、でもね、今日ちょっと涼しいな。さっきはね、めちゃくちゃ暑かったんですけども、今涼しいんで、これはね、もう後で実験しましょうかね。ちなみにもう動画のね、最後の方に入れておきます。もうね、4時なんで涼しくなってしまいました。はい、ということで今回はね、斜めの径、夏の車中泊仕様ということでね、まずはソーラーパネルをつけてみたんですけども、いかがだったでしょうか。とりあえず今回車に取り付けたソーラーパネルの費用なんですけども、まずね、この金具とバーですかね、要するにルーフバーのセットが、これがね、約15000円とかぐらいで買えるはずです。はい。で、上に乗っけてるソーラーパネルなんですけども、確かね、これは 300W で送料込みで18000円とか9000円だったはずです。で、あと、今回この辺の金具類つけたんですけども、これが全部合わせて1000円ぐらいでした。はい。ですのでね、今回車にソーラーパネルを取り付けるのにかかった費用は、約35000円っていう格好ですね。これはね、実は 300W のパネルにしては相当安い金額で、メーカーさんがね、出されてる折りたたみ仕様パネルなんかは 200W で4万円とか5万円とかするんですけども、これはね、装着費用込み込みで35000円でできるんでね、コスパはね、ものすごくいい状態でできたと思います。はい。ちなみにね、案件じゃないんですけども、とりあえず僕が購入させてもらったこのパネルのリンクは概要欄の方に貼っておこうと思いますんで、皆様ね、よかったらそっちの方見てからね、購入検討されてみてもいいんじゃないかというふうに思います。はい。すごいですけども、案件じゃないです。ただしね、ソーラーパネル合わせて、全部でね、20キロぐらいの重さがあるんですけども、これつけたらね、やっぱしね、ちょっと上側が重たくなりましたね。重たいものが乗ってるっていうような感じの走行の感じにはなりましたんで、少しね、車がフラフラしやすくなるっていうことだけはね、念頭に置いてもらったらいいんじゃないかというふうに思います。で、夏仕様にね、対応しようとしている分は、この部分もなんですけども、また他の部分をね、ちょっとちょこちょやっていこうとは思ってますんで、またね、そちらの方、動画に出したいと思いますんで、皆様ね、よかったら引き続き、ひかたチャンネルの方、見てってもらえたらありがたいです。はい、こんな感じですかね。ということで、今回この辺でご視聴ありがとうございました。で、最後にね、ちょっと高さなんですけども、ルーフバーとソーラーパネルをつけたら、どんだけ高くなるのかっていうのをね、最後にね、ちょっと見てもらおうと思うんですけども、とりあえずね、棒を渡して、こんな格好にして、この下面からね、地面の高さを測ってみようと思うんですけども、こういくと 1.93 ですね。1m93 センチです。2m 以下ですね。ですのでね、ルーフバーとソーラーパネルをつけても 2m 以下なんで、2m 未満の駐車場にはね、入れることができますね。はい、バッチリです。よし、じゃあね、最後にサーモカメラで天井どれぐらい温度がね、下がってるのか、ちょっと見てみたいと思います。で、まずはね、ソーラーパネルの温度ですけども、ソーラーパネルはね、42、3度ありますね。はい。で、車の屋根部分の温度なんですけども、こちらは 41.6 度ありますね。かなり暑いです。で、この時のね、日陰部分の温度なんですけども、42度ぐらいありますね。日陰部分もちょっと温度が結構高いですね。どうやらね、ソーラーパネルの輻射熱がこっちに伝わってきてるみたいだから、天井の温度が少し高いですね。ぐらいだったらね、涼しいんじゃないかと思ったんですけども、これは盲点でした。なるほど。ですのでね、ちょっとソーラーパネルの方に断熱の加工を何かしてやる必要があるかもしれませんね。はい。で、ちなみにね、今は 220W ぐらいでね、発電できてますね。バッチリです。よし、ということで、実験終了です。お疲れ様でした。暑い。